そういうプロファイルを作っていくバイリンガル中間層以上グローバル企業、外資系企業、最初ってすごく大事だと思うんですよ。一番主張したいポイントを入れていただいた方が何を差別化要因っていうかというようなビジネスの仕組みなんです。24時間で900件とか1000件ぐらい出ると。いや大事じゃないですか、そのメッセージ。三浦さんありがとうございます。お待ちしておりました。今回は第2回目ですね。就活にリンクドインということで5回シリーズの2回目です。前回は約200名弱の方の事前参加申し込み、今年は今回200名を超えることができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、ズバリいろいろ質問僕の方が、してみたいんですが、ちょっと私の自己紹介にすると鎌田と申しまして、今スペインのバルセロナからこの中継をさせてもらっています。リンクドインで自分の将来を何とかしたい、会社でですねリンクドインを活用したいと、そういう方向けのリンクドインのビジネスコーチとですね、こちらでMBA の方でさまざまな教科を担当させてもらっているというのが私鎌田です。はい、じゃあ森内さん、たまには自己紹介をちょっとお願いしてもいいですかね。そうですか。はい、わかりました。第1回目と少し被るかもしれませんけれども、大学卒業してケニアの特殊警察の柔道のインストラクターを始めたところが最初のキャリアで、今は六本木と大阪と北海道、あと海外にも拠点あるんですけども、人材のビジネスをやっています。森内と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速なんですが、社長から見てリンクドインって就活のために、就活されてる方ですね、ぶっちゃけ使えるんですかね。そうですね、はい、使えると言っていいと思います。ただやっぱり使うにあたってのポイントがあると思いますので、その辺をですね、私が個人的に使ってきた経験、リクルーターとして使ってきた経験、あと個人的にいろいろ使ってきた経験を交えて、ちょっとだけでもお役に立てればいいかなと思っております。はい、例えば具体的にはこれだけはっていうポイントございますかね。そうですね、アウトゥ的なものでいきますと、やっぱり一つは、いかにリンクドインのたくさん登録者200万人以上日本にいるということなので、本から探してもらえるかという、そういうプロファイルを作っていくっていうことが一つあると思うんですね。候補者の方が実際にタリスマン社を取られて、こういう状況ですと、仕事を探してますといった場合ですね、やはり皆さん最初のリンクドインのプロファイル見に行くんですか。リンクドインのプロファイルはですね、弊社やっぱりバイリンガル、中間層以上で、やっておりますので、バイリンガル中間層以上グローバル企業、外資系企業みたいなキーワードの、人材のキャリアのそのお手伝いをしますので、リンクドインは見に行きますね。はい、特にその3つ挙げるとすると、やっぱりそのヘッドラインの写真と、それからジョブタイトルと、それからプロファイルの内容みたいなところが、候補者の方がきちっとアップデートされるといいのかなっていうようなポイントがあります。その3つのポイントは、僕ビジネス寄りなんですけど、やっぱり一緒ですよね。一緒ですかね。はい。もうちょっと言うと、ビジネス寄りの場合は経歴の前に背景あるじゃないですか。はいはい、背景でちゃんとしてるかどうかって、ビジュアルでね決める方が多いんですけど、おっしゃる通りヘッドラインと顔写真、これ大事だと思うんですよね。大事ですよね。人材紹介の、リクルーターとしてのポイントで言いますと、やっぱり1日に数百名ぐらいのプロ流し見てるような状況だと思うんですね、大体リクルーターっていうのは。で、写真がやっぱりないと、一つはあんまりリンクトインでアクティビティがないんじゃないかなっていうふうに言ってしまうのがあります。それからもう一つはヘッドラインに関しましては、ヘッドラインって結局そのサーチで絞り込みをして人材のリストが出てくると思うんですけども、その時に一つ一つプロファイルを開けていくとすごく時間がかかるので、やっぱり最初はそのリストを見るんですよね。その時にヘッドラインって出ますよね。そういう意味ですごく重要なヘッドラインで言うと一応140文字プラスで日本語の場合書けるんですけど、あれ140文字出ないんですよね。最初の80文字ぐらいしかヘッドライン出てこないんで、最初ってすごく大事だと思うんですよ。なるほどなるほど。それ知らなかったです。そうですか。そうなんですよ。なんで僕がいつも言うのは、これ絶対リクルートの方も一緒だと思うんですけど、どこどこ会社の何々やってるという書き方もいいんですけど、私はこれをできるって最初に言わないと見えないと思うんですよね。
そうですね。リクルーター目線でもやっぱりこういう方いらっしゃるんですけど、転職活動中っていうふうに書かれている方がいるんですね、ヘッドラインに。で、これは緊急性という意味ではこの考え方は間違ってないと思うんですね。だけどそのリクルーターは結局その一番フィットする人を一番早くお客様に届けるっていうところが仕事ですので、このヘッドラインに転職活動中だけじゃなくて、やっぱりその方の一番強いポイントとか一番主張したいポイントを入れていただいた方がいいんじゃないかなという。いや、大事じゃないですか、そのメッセージ。あとはこのリクルーターの視点で言うと、ヘッドラインのところに私が今まで見た候補者の方ですごいなんかいいなと思ったのは、 Google に勤めてるわけじゃないですけど Google のコミュニティで活動していますみたいなことがっていう言葉とか、ハブスポットの専門性をすごく強く持っているので、ハブスポットっていう言葉が多分一番それ主張されてるんだと思うんですけど、そういうものをヘッドラインに出すとやっぱり目に留まりやすいですよね。なるほどね。ですので、転職という視点で考えると、そういうその主張の仕方はありなのかなという。ヘッドラインにリンクドインビジネスコーチはどうですか？いや、それオンリーワンオンリーワンですよね。だからそれはかなりそうですか。ユニークセリングポイントとして素晴らしいと思います。ありがとうございます。やる気が出てきました。実はあともう2つ大事な多分質問があって、これ今日参加されてる方聞きたいと思うんですけど、今こういう世の中で企業も直接求人というのをするじゃないですか。で直接中途採用するという流れも出てきてると思うんですけど、はいはい、こういった流れの中で、その森内さんの業界というか、何をこう差別化要因というか、候補者の方にとってメリットがあるんでしょうか？そうですよね。よくやっぱりダイレクトソーシングとリクルーター何が違うのかとか、こういうリンクトインとか転職サイトとリクルーターそれぞれどういうメリットがあるのかっていうことについて社内でもやっぱりいろいろ話をするんですけれども、やっぱり僕たちが考えているのは、例えばですね、リンクトインのニュースフィードとかってもう情報量すごいじゃないですか。で、情報量を取るだけ取るんだったらリンクトインのジョブから情報を取るのでもいいですよね。あとダイレクトソーシングであれば直接その企業っていうもう一つだけもう決め打ちでいくっていうことであればやるっていうこともいいと思うんですね。で、リクルーターを使う、メリットっていうのはやっぱり自分ではなかなか取り切れない情報っていうのが出てきますので、そういう意味でリクルーターとちょっと関係性を持ってですね、常にインターネットで出てこない情報を出てくる、そういうような使い方をされるといいんじゃないかな。ということは、私が求職者であった場合ですね、リクルーターの方と、仲良くしてると、表に出てこない情報を取ってくれたりとか、あとは何て言うんでしょうね、マッチングもなんかしてくれるようなイメージでいいんですかね？私がそうですねって言うとあんまり信憑性ないと思うんですけど一般的にどうですかね、川さん、やっぱりリクルーターといい関係性を構築できている方と、一般的にそのリクルーターのイメージがあんまり良くない方とかっていうのもいらっしゃると思うんですね。それは例えば忙しそうで案件をもうめちゃくちゃ売り込みされるとかですね。はい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 そういう印象の方いると思うんですけど、なんでこうなるかっていうと、リクルーターは大体成功報酬型のサービスの中でこのビジネスを回しているんですよね。で、成功報酬型って結局1企業の1ポジションに対して極端な話50社ぐらいのリクルーターがついていて、一番早く一番いい人を紹介した人にだけ報酬が支払われるっていうようなビジネスの仕組みなんですね。これが一つあります。で、もう一つリクルーターの特徴みたいなものを言うと、案件を広くカバーしていて、で割と短期的にお付き合いするようなリクルーターの方っているんですね。そういう場合には広くカバーして案件をたくさん出してくれるので、候補者の方としてはじゃあ案件を取得するという目的で、お付き合いをすればいいというのがありますね。でもう一つ弊社とかはそうなんですけれども、割と専門性でカットをしていて、専門性の中でその中の、候補者の方と長期的にお付き合いするっていうようなことをしているリクルートメントの会社があります。なるほど。で、これなんでそうするかっていうと、専門家とつながって専門家のリストを持っていることによって、そういうポジションに来た時に一番早く一番いい候補者を出すっていう、そういう状況を作ろうとするからそういうふうにするんですけど、今度候補者の方が、転職をして企業に入った時に、今度企業のハイアリングマネージャーとして人を紹介してほしいっていう関係性にもなるので、それで長期的な関係性が継続される、でウィンウィンの関係になる
いうようなことになるので、たくさんリクルーターのリンクトインの中にもいますけど、どんどん当たっていって、そういうようなリクルーターに出会うと長い付き合いをすることになります。今の話すごく大事だと思うんですけど、多分今日参加されててお仕事されてる方、こういう方々あまりこのリクルータービジネスのビジネスモデルについてあまり知識がないと思うんですよ。ですんで、悪い印象のケースもあるし、いい印象のケースもあるんですけど、やっぱりこの裏の話、このビジネスモデルが分かると、そういう動きができるんであれば、こういうこととかね、なんかそういう発想が出るんじゃないかなと、すごく今なんかなるほどなと今思いましたね。なんかやっぱりリクルートメント会社も非常に多いので、これからどんどんマーケットも変わっていくと思うんですけど、何かしらそのバリューがないと、そういう意味ではそうですね、弊社の場合は割と専門領域に特化して長期的にお付き合いで出してますけれども、あんまりこれ言うとなんか宣伝見たくなっちゃうのはちょっとあれ嫌なんですけど僕の友人が薬関係なんですけど、彼って就職すると2年後か3年後ぐらいにまた同じリクルーターの人から声がかかって「どうですか?」とかいうフォローアップがあって、今こういう案件ありますよっていうのをお知らせしてくれるそうなんですね。そういう付き合いを長くやってるんで、僕の友人はそのリクルーターの方にどっぺりなんですよ。なるほどですね。仕事を探さなくても持ってきてくれるっていう意味で。そうですね。私もですので、今はリクルートメント直接コンサルタントとしてはやりませんけれども、でももう10年以上前からお付き合いしている候補者の方とかたくさんやっぱり今でも時々キャッチアップして、やっぱり話をお伺いしたりとか、逆にそうですね、いろいろお互いに情報交換したりとか、やっぱいいね、リクルーターに出会うのがやっぱり僕は精神的にも経済的にも一番いいような気するんですけどね。羽賀さん、そろそろお時間だと思うんですが、マイクをそちらにお渡ししましょうか。はい、お願いします。チャットの方から何個かご質問いただいているんですけども、ちょっと話の中であったと思うんですが、リンクドインはリクルーターの方にとっては競合でもあり、いい候補者を探すツールでもあると思います。候補者を探す際に重点的に見ますかっていうところと、あとはリンクドインで自分の経験や専門にマッチした求人を見つけるにはどんなツールがありますかっていうところが出ていますね。それと自分の経験や専門にマッチした求人を見つけるにはどんなツールがありますか？そのツールの方の、お話でいくと、もちろんリンクトインのジョブスっていうところで案件を見ればたくさん今出てますよね。なんか24時間で900件とか1000件ぐらい出るくらいの、だからそれぐらいアップデートが頻繁に行われてますけど、僕はリクルーターとして見るのは、ジョブスは有料のプランでそこにお金を支払っている企業情報を上げていますので、有料プランを使わずに他にもどういう案件があるかみたいなニュースフィードを見ますね。でそれは検索機能からコンテンツっていうところをクリックして、で例えば募集っていうキーワードを入れてサーチをすると、ニュースフィードで、募集っていうキーワードが引っかかるものが出てきますので、ここにいろいろな求人案件がニュースフィードからもぜひ探してみるのもいいかもしれないですね。やっぱり同じようなお仕事のオファーを複数のリクルーターからいただくことがあるので、最初にオファーをもらったリクルーターに返事していますが、リクルーターさん側としては私が他にも似たような案件で連絡をもらっていることを伝えるべきなのでしょうか？それとも特に触れない方がいいのでしょうか？どうなんでしょうか。どのリクルーターを介して、応募した方がその方にとっていいのかっていうのが多分ありますよね。そのリクルーターの方の方が情報を持っていたら、そっちの方の方で進める方がいいと思うし、どちらを経由して応募してもそれは候補者の方の自由だと思います。で、リクルーターが求められるものって、第一にまず案件何持ってるのっていうのが一つ目で、転職のノウハウとかクライアント企業との関係性、要は転職が成功するかどうか、このリクルーターを通じて進めた時にうまくいくかどうかっていうことなので、それは候補者の方のご判断で決められたらいいんじゃないかなと。ありがとうございます。もう一つ質問で、求職用のプラットフォームは複数あると思いますが、他のプラットフォームと比較した時のリンクドインの強みと弱みは何でしょうかというご質問がありますが、どうですか？これはやっ
っぱり鎌田さんあれですよね、発信する方のファンクションですよね。やっぱり検索するとかっていうだけじゃなくて、自分からこう情報発信するところじゃないかなと思うんですけど。おっしゃる通りですね。リンクドインは探されるというやり方と探すという両方のアプローチが取れるので、例えばなんですけど、いやメルカリに勤めたいって思ったら、リンクドイン通じてメルカリアタックできるんですよね。それもシームですね。探されたいと思うんであれば、やっぱりキーワードを整えたり、ポストしたりという作業、両方がシームレスにできるので、それが例えば他のなんとかさんとかなんとかさんの CV を上げて完結するという流れとは大きく違うと思いますね。リンクトインのその可能性という意味でいくと、これちょっと転職以外になってしまいますけど、私昔アメリカのそのスタートアップの世界が知りたくて、投資家とかスタートアップに取材を申し込んだんですね。で、全部リンクトインからファウンダーとかスタートアップとかっていうキーワードで引っ掛けて連絡をして、実際に行って取材をして、で最終的に向こうの大手のアクセラレーターとイベントをタイスマンが一緒にやったりとか、でそれをやった結果、今別の外資系のスタートアップアクセラレーターのメンターとかをさせていただいてるんですけど、こういうの全部リンクトインでやっていて、そういう意味では探してもらう、探される、攻める、いろいろ受けるみたいな、そういうことがあるので、転職っていうことだけじゃなくて、副業とか起業とか情報発信とか、かなりそういう意味でチャンスとか可能性のあるツールなのかなっていうふうに思いますよね。はい、でちょっと最後あと1分ぐらいになってしまうんですけど、ちょっとまとめていただけますか？まとめていただけますか？はい。川さんどうしましょう？今日のポイントは、普段聞けない話が聞けたというのが大きなポイントになると思うんですね。特に仕事を探す側はすごい不安なんですよ。プロセスが見えないんで。で、やっぱり求めるものですよね。で、今回やっぱり森内さんのお話っていうのは非常にプラスになったと思います。はい。ありがとうございます。ちょっと時間が短くてすいません。ご質問に答えられなかったことも一つあったりしましたけども、いろいろ他にもお話しさせていただけることとかあると思います。もしご質問などあればご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。でしたら本日はありがとうございました。お忙しいところありがとうございました。